はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年6月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。6月はイベントが目白押しです。中旬には未発売の新作の体験版が多数遊べる Steam Next Fest。そして下旬には一大イベントサマーセールが開催されるので6月は要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにシルト。フォロワー数は4490人。モノトーンが印象的な海洋探索パズルアドベンチャー。プレイヤーは海底の深淵に鎖で繋がれたダイバーとなって忘れられた謎を求めて単身深海を進んでいく物語。主人公であるダイバーはどうやら人間ではないようで、遊泳中は深海に生息する海洋生物に憑依することができ、憑依した海洋生物の能力で道を切り開き先へと進んでいくゲームシステム。モノトーンで描かれる深海の世界はリンボやインサイドといった作品に影響を受け、タラソフォビア、日本語では海洋恐怖症、いわゆる海への恐怖をテーマに制作されており、未知の深海に潜む得体の知れない恐怖を味わえるかもしれません。シルトは2022年6月1日リリース予定日本語対応の作品です。カードシャーク。フォロワー数は4110人。18世紀を舞台にしたイカサマ師の物語。トランプゲームで貴族から金を巻き上げて18世紀のフランス社会の頂点を目指すゲームです。パートナーであるサンジェルマン伯爵と共にフランス国内を旅して政治家や王族から巧妙なカードテクニックで富を奪い、彼らが隠している事件の真相を暴いていく物語。テーブル上でのイカサマだけではなく、ストーリーにおいても陰謀、嘘、裏切りといったテーマがメイン。イカサマアクションは非常にシンプルで、早押し、記憶、タイミング、駆け引きなどミニゲーム感覚で遊ぶことができます。ただし対戦相手がイカサマを疑うと上昇する疑心メーターには注意が必要です。イカサマがバレれば最悪命のやり取りを強いられることにもなります。一世一代の勝負を勝ち抜きフランス社会を上り詰めましょう。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。カードシャークは2022年6月3日リリース予定日本語対応の作品です。マイラブリーワイフ。フォロワー数は3770人。最愛の人のためにサキュバスを犠牲にする恋愛シミュレーション。主人公は最愛の恋人ルナを失ったジェイク。そんな彼の元に届けられる一通の手紙から物語は始まります。送り主は亡くなったルナからで、手紙には悪魔に私を蘇らせるように頼んでほしいと綴られていました。ジェイクは同封されていた小瓶を破壊し、悪魔を封印から解き放ちましたが、ルナを蘇らせるためには大量のカーナルエッセンスが必要だと言われます。ジェイクはエッセンスを集めるためにサキュバスたちをそそのかし、その気にさせ最終的には裏切り、生贄と捧げ、エッセンスを抽出するという狂気じみた物語が展開していきます。登場する20種類のサキュバスはそれぞれに物語があり、性格や好みも違うので、それらを把握して欲求を満たしてあげなければなりません。目的のためサキュバスたちを生贄にと捧げ続けるのか、それともサキュバスと恋に落ちるのかはプレイヤー次第。いびつな恋の結末は40種類以上のマルチエンディングとなっています。マイラブリーワイフは2022年6月8日リリース予定日本語対応の作品です。フワリー悪魔のサマーキャンプ。フォロワー数は12200人。186のエンディングに分岐するホラーアドベンチャー。本作はアンティルドーン惨劇の山荘の開発元スーパーマッシブゲームズが手掛ける新作ホラー。物語はパケット採石場でのサマーキャンプ最後の夜、9人のキャンプカウンセラーたちは別れのパーティーを開こうと思い立つが、事態は思いもよらないことになっていく。血生臭いハンターや恐ろしい何かが登場人物に襲いかかってきます。プレイヤーは9人のキャンプカウンセラーの一人として様々な場面で決断を迫られ、選択によってはキャラクターの生死を分ける B 級ホラー映画のようなスリリングな展開が楽しめます。あらゆる選択肢がストーリーに影響を与えるストーリー分岐型のゲームシステムによって、たどり着く結末は180以上。
一つの選択がキャラクターの運命を大きく左右する先の見えない展開が特徴です。また最大7人のフレンドを招待して選択肢に投票することができたり、それぞれのキャラクターに複数人のプレイヤーを割り振ることも可能です。グアリー悪魔のサマーキャンプは2022年6月10日リリース予定日本語対応の作品です。プリーズフィックスザロード。フォロワー数は478人。のんびりとした雰囲気の道路パズルゲーム。タイトル通り道を直すことがテーマのカジュアルなパズルゲームです。車や船、列車、動物などが目的地まで行けるように様々なタイルを動かしたり、回転させたり壊したりして自由に楽しみながら道路を敷き直しましょう。プリーズフィックスザロードは2022年6月11日リリース予定日本語対応の作品です。シルバリー2。フォロワー数は7600人。2021年6月にプレイステーションや Xbox、エピックゲームズからリリースされている作品です。中世を舞台としたマルチプレイ対戦アクション。最大64人のプレイヤーが2つのチームに分かれて広大な戦場でぶつかり合うゲームです。ゲームモードは拠点制圧などを目標とするチームオブジェクティブ、キル数を競うチームデスマッチ、参加者全員が敵のフリーフォーオールなど、それぞれに異なった特徴を持つゲームモードを楽しめます。ゲームは車種、前衛、歩兵、騎士といったそれぞれにユニークな武器と能力がある4種類の兵科と各クラスにある3つのサブクラスを使ってより多彩な武器の選択が可能になり、自分だけのプレイスタイルを選ぶこともできます。様々なゲームモードで中世の戦闘を楽しむことができるマルチプレイ対戦アクション。シルバリー2は2022年6月12日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ネメシスロックダウン。フォロワー数は6280人。SF サバイバルホラーのボードゲームデジタル化作品。協力と裏切りをテーマにした人気ボードゲームネメシスの拡張作品を元にした男性ゲームです。火星のとある実験室に閉じ込められたプレイヤーたちが主人公。施設内にはエイリアンが徘徊しており、他のプレイヤーと協力して与えられた目標を達成し、基地から脱出することが目的です。本作の特徴は反協力型の SF サバイバルホラーとなっており、全てのプレイヤーには隠された目標が設定されています。例えば、エイリアンの巣を持ち帰ることが目的のプレイヤーがいれば、エイリアンの巣を破壊することが目的のプレイヤーがいるなど、生き残るために協力し合わなければならない状況にもかかわらず、時には協力し、時には妨害するといった駆け引きを楽しめるゲームです。ソロでもマルチプレイでも遊ぶことができます。ネメシスロックダウンは2021年6月1日リリース予定日本語未対応の作品です。ポリスシュートアウト。フォロワー数は14700人。警察官の日常を体験できる制服警察官単性 FPS。プレイヤーは大都会でのキャリアを捨て、小さな町サンアドリーノで警察官として勤務を始めたばかりのスコット・プライスとなって、制服警官として街で起こる事件の解決に挑むことになります。ゲームは一人称視点で展開するものの、戦闘突入時は単性のバトルになるといった独特なシステムが特徴です。派手な銃撃戦だけではなく、犯人を殺さずに無力化して逮捕する方法や、集めた情報や証拠をもとに交渉し説得する方法など事件の解決方法は様々です。また、キャリアを捨て田舎町にやってきたスコット自身の物語なども展開していきます。無料で遊べるプロローグ版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ポリスシュートアウトは2022年6月2日リリース予定日本語未対応の作品です。ソウルディアーズ。フォロワー数は7600人。緻密な 2D ドットで描かれるファンタジーアクション RPG。ソウルライクな戦闘とメトロイドバニア的横スクロールを兼ね備えた軽快なアクションが魅力の作品です。16ビット風のレトロな雰囲気のグラフィックが印象的な本作は、王国に栄光をもたらすために戦っている最中、突如地震が発生し、仲間の兵士と共に生死の狭間の世界テラガヤに飛ばされた一団は、バルキリーによりこの世界にいる守護者の居場所を突き止めるように促されます。
ゲームは異なる能力を持ったスカウト、キャスター、アーチャーの3種類のキャラクターを選択でき、スタミナやスキルメーターを管理しつつ、敵を倒してレベルを上げ、スキルツリーを解放し、新たな技を習得していきます。また、フィールド上にはチェックポイントも存在し、回復やファストトラベルを利用することができたり、難易度選択はいつでもできるなど、比較的親切なゲーム設計となっているみたいです。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ソウルディアーズは2022年6月2日リリース予定日本語未対応の作品です。アイソラニア、フォロワー数は13人です。独房生活アドベンチャー。ザ・サットネスと呼ばれる疫病が発生し、毎月1万人もの人命が奪われている世界。文明最後の統治機関であるアイソラニアは外界の脅威から市民を守るために独房に入れるほかないと判断。そんな主人公も市民を守るという名目で四方を壁で囲まれた独房生活をすることになった一人。この独房での生活には3つのルールがあり、1つは独房から出ないこと、1つはテレビを見ること、1つは外のことを決して話さないこと。この3つのルールを守りながら独房生活を送っていくことになります。ゲームは終始薄汚い一室で展開。室内にはベッドやトイレ、洗面台、そしてライフステーションと呼ばれるテレビスクリーンなどが設置されています。また、独房内では仕事をすることで給料をもらい、ギャンブルをすることができたり、ローンを組むことなんかもできるみたいです。独房内で一生を過ごすこともできそうですが、メインの目的は閉ざされた壁の向こうは一体どうなっているのかを突き止めること。プレイヤーは体力や空腹度のほか、衛生や尿意、そして小気道を管理しながら手がかりを探し、謎に迫っていく物語。アイソラニアは2022年6月7日リリース予定日本語未対応の作品です。ジャスティスエグゼ。フォロワー数は386人。AI を弁護する弁護士シミュレーション。物語の舞台は2279年のディストピア。ロボット工学と人工知能は飛躍的に進歩し、AI には人間と同じ法律が必要となった世界。プレイヤーは AI のための弁護士として法廷に立つという法廷シミュレーションです。意思を持った人工知能による法廷案件は複雑で、プレイヤーは道徳的な曖昧さに直面しながらも、情報を集め、証人に話を聞き、裁判へ向けて準備をして、AI であるクライアントを守るために戦っていきます。メールの読み書きや事件ファイルの整理などの雑務は弁護士向けの OS、アトーニー OS が事務処理してくれますが、最終的にはプレイヤーの判断に委ねられ、法廷では用意した事実と証拠を並べ議論を重ね、陪審員たちに訴えかけていきます。時には正当性を認めさせるため、陪審員好みに合わせてそれらの事実をねじ曲げる必要もあるかもしれません。AI を弁護するといったユニークなテーマの法廷シミュレーション。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ジャスティス・イグジットは2022年6月8日リリース予定日本語未対応の作品です。マッドショット。フォロワー数は550人。クトゥルフ神話をテーマにしたローグライクアクションシューター。永遠の命を求めていた主人公が決して呼び起こしてはならないものを呼び起こしてしまったことから始まる 2D アクションシューティング。プレイヤーは邪神クトゥルフに丸ごと飲み込まれた街を舞台に、恐ろしいクリーチャーの群れや複数の形態を持つボスと戦いながら生き残り、内側から邪神クトゥフルに立ち向かっていく物語。クトゥルフの体内にあるフィールドはランダムに生成され、銃をメインに敵を撃ちまくり、壁やワイヤーなどの周囲の環境を利用したアクロバティックなアクションが特徴です。ゲーム中に獲得したリソースを使い、新たなアップグレード要素や武器をアンロックでき、プレイすればするほど強くなっていくシステム。本作は発売時に日本語が実装される予定とのことです。バッドショットは2022年6月9日リリース予定日本語未対応の作品です。ネメシス・ディストレス。フォロワー数は3050人。協力と裏切りをテーマにした反協力型の SF サバイバルホラー。先に紹介したネメシス・ロックダウンと同じ世界観を持ち、人気ボードゲームネメシスを元にした一人称視点の作品です。それぞれのプレイヤーに与えられた極秘任務の達成を目標に、エイリアンが徘徊する宇宙船内で生き延びる乗組員たちを描いたサバイバルホラーです。
本作の特徴はネメシスロックダウンと同じで、協力と裏切りや妨害などを行う反協力型のゲームシステム。すべてのプレイヤーには隠された目標が設定されており、それぞれの任務内容が競合するものとなっています。任務達成のため、時には協力し、時には妨害したりといった駆け引きをしながらも、生き延び任務達成を目標とするゲーム。最大の脅威はエイリアンではなく、実は人間だったという作品。ネメシス・ディストレスは2022年6月15日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年6月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。今回はちょっと喉が痛くて作品数が少なく、いつも以上に聞き取りにくかったのではないでしょうか。申し訳ございません。申し訳ございません。6月はネクストフェスやサマーセールといった大型イベントがあるので要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日の良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。